皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日のテーマです。台湾発展の基礎を築いた日本人、その4回目、新渡戸稲造の産業復興です。本日のポイントです。日本では旧5000円札の顔となった新渡戸稲造は武士道の著者でも有名です。日本の教育者、思想家で国際親善にも尽力しました。彼は農業博士でもあり、台湾のサトウキビ栽培と製糖製造及び製糖産業に大きく貢献しています。今日の台湾産業の元を築いた一人です。しかし、台湾滞在期間はわずか3年でした。ここからは、台湾を変えた日本人シリーズ、砂糖王国を築いた新渡戸稲造、古川勝美著から引用させていただきます。台湾を領有した頃の日本は、砂糖消費量の大部分を輸入に頼っていました。そこで、第4代台湾総督の児玉源太郎と民政長官の後藤新平は、植民政策の中心を産業復興に置き、その中心に糖業奨励を推進することにして、つまり砂糖業です。台湾に新式製糖会社を設立することを企画しました。その立役者になったのが新渡戸稲造です。2年がかりの説得の末、台湾総督府の技師として赴任。当時、後藤の依頼を受けて、三井物産から台湾製糖投資の実施調査団が派遣されました。その報告は、治安の問題などを鑑み、台湾の製糖業の発展は非常に難しいというものでした。しかし、台湾の製糖産業の発展に力を尽くしたのが、農業が専門の新渡戸稲造でした。新渡戸は岩手県盛岡に武士の子として生まれ、札幌農学校2期生として入学しています。同級生には内村勘三がいます。1884年に23歳で米国へ留学。その3年後にはドイツに留学して農学を学び、日本で最初の農学博士号を得ています。ドイツからの帰途、教会で知り合った米国人のメアリーと結婚しました。1891年には札幌農学校の教授として赴任するために帰国しました。後に夫婦ともに体調を崩したため農学校を休職してアメリカカリフォルニア州で養生していました。療養中の1900年に書いた武士道は次々と世界各国で翻訳され、新渡戸の名前は国際的に知れ渡りました。39歳で台湾総督府の技師として赴任しました。サトウキビ品種の切り替えで生産増に成功。新渡戸は農業が国づくりにおいていかに重大な基礎をなすものであるかを知っていました。その考えは1898年の彼の代表的な著書農業本論に記しています。大切な部分を要約します。国内に農業の力を蓄えないままに、国外に商工業の力だけで優卑しようとすることは、まるで鳥が樹木や岩石に巣を構えることをしないで、遠く遥かな海洋を両方の翼だけで飛ぶようなものである。農業は1万年生きる亀のようなもので、商工業は1000年生きる鶴のようなものである。つまり、農業は一定の土地を固く末長く守る働きをし、商工業は広くかつ高く飛躍してその勢力を高める働きをする。よって、この両者がお互い揃って初めて経済の発展も見ることができ、理想的国家の構成をもたらすことができる。新渡戸は商工業とともに
しっかりとした農業の基礎があってこそ、理想的国家の発展があると説いています。ニトベはこの考えを台湾の陶業で実践しようとしました。赴任すると半年かけて全島を巡り、台湾の殖産工業、つまり産業を起こすという意味です。その要は製陶業にあると確信しました。そして全島調査の後、パリで開かれた万国博覧会へ出かけたのを機に、欧米諸国及びその他の植民地の製陶設備、つまり砂糖を作る設備を調査し、帰り道はエジプトとジャワ島へより製陶業経営の実地視察、殖産局長、つまり産業を植え育てるその責任者としての心得を学んで帰ってきました。準備周到そのものですね。そもそも台湾の陶業はオランダ統治時代以来の主要産業で、お茶、小農に並ぶ三大輸出産業の一つでした。しかし日本のとなった初期には、台湾産サトウキビの品種は茎が細くて収穫量も少なく、品種改良が必要でした。ニトベはサトウキビの品種改良、栽培、加工などの意見書である陶業改良意見書を児玉と後藤に提出しました。そして外国から台湾の風土に合った品種を導入し、在来種との切り替えを進め、栽培方法を改良しました。さらに収穫期が異なる品種をそれぞれ栽培して、台湾の製陶工場が一年中稼働するようにしました。つまり生産性の向上ですね。こうして1902年には5万5000トンだった製陶生産量は25年には約8倍の48万トンに達しました。1936年から翌年の最盛期には年産100万トンを超えるまでになり、台湾における製陶産業は日本の消費を満たして余りあるようになりました。ニトベの努力によって発展した台湾の製陶会社は1945年の日本の敗戦によって大きく様変わりしました。台湾における製陶の4社はその資産を中華民国政府によって接収され、1946年5月に合併されて台湾陶業公司が設立されました。50年代から60年代にかけて大量の砂糖製品を輸出し、大企業に成長しました。引用は以上です。ここで先ほどのグラフに戻ります。1930年、八田誘致の雨山島ダム完成の年です。その前後10年で砂糖の生産量は2倍に飛躍しました。雨山島ダムの完成によって、今まで干ばつと水害に悩まされていた台湾最大の平野、華南平野に灌漑が施され、台湾最大の農地へと変えられていきました。これらの事業の恩恵は大きく、完成から7年後の昭和12年、1937年には、米の生産額は建設前の約11倍、サトウキビ類は4倍となり、台湾発展に生涯を捧げた八田洋氏と、日本政府並びに日本国民の多大な貢献があり、台湾製陶産業がこうして発展していきました。ニトベは農業本論で小工業とともにしっかりとした農業の基礎があってこそ理想的国家の発展があると説いています。今日2020年、日本は食料自給率 37%。これは過去最低です。有事の時は台湾海峡が封鎖され、エネルギーも食料も滞り、大変な食料危機となることが予想されます。ニトベの指摘は単に産業復興だけではなく、有事をも見据えたものと今となれば思えるのです。それではニトベ稲造のルーツをお話しいたします。
青森県十和田市、三本木原台地を開拓した二戸別と稲造の祖父は、開拓の町、十和田市発展の基礎を作りました。日本の三大開拓地の一つです。十和田市を中心とした三本木原台地は、見渡す限り、たった3本の木しか生えていない荒れ野原でした。この土地の開拓事業に着手したのが、盛岡藩士二戸別当です。62歳となってからの挑戦でした。当時平均寿命が50歳ですから、随分遅いスタートでした。そして78歳で死去するまで16年間勤めました。明治4年まで頑張りました。当時農民たちは何度も繰り返される凶作や飢餓に苦しみ、出稼ぎや逃亡が絶えませんでした。そこで僧は奥入瀬川から水を引きました。写真は人工河川の稲尾川用水です。現代の三本木原田園の様子です。米の生産を安定させ、農民たちの生活を救うため、不毛の三本木原台地に2500ヘクタールの水田を開発しました。次に、二戸部稲造の父、二戸部十次郎は、三本木原開拓を単なる用水路開削と開田にとどまらない、総合開発にまで推し進め、京の都に似せて5番の目状の都市計画や開発まで行いました。万永元年1860年、十次郎が開発の内容をまとめ、南部盛岡藩に提出した三本木平開業の木には、打売地、荷物を運ぶ馬ですね。瀬戸焼、薬草園、染織、紙すき、ろうそく、砂糖生産、養蚕、硝石など、多彩な産業をこの地で行うことについての可能性が述べられています。本州最北端の厳しい地での総合開発プロジェクトです。たくましさと夢を感じますね。つまり、親、子、孫、三代にわたり開拓者であり、殖産興業に従事していたことになります。ただ、二戸部稲造は台湾で起こしたわけです。稲造に流れていた地は、祖父と父譲りであり、また狭い日本で、たくさんの人口を養うために生み出された知恵だったのです。同様の開拓は、日本各地でも行われていました。欧米のように、植民地支配によって他国の富と領土を搾取するようなことをせず、長年にわたり鎖国を守り、日本は平和に暮らしていたのです。日本が開国したのは、領土拡張の野心があったからではありません。ペリーが軍艦2隻で開国を迫り、こじ開けたのです。日本は狭い国土ながら、循環型の理想的な社会だったのです。狭い国土と乏しい資源にもかかわらず、創意工夫の精神が世界第2、あるいは第3の経済大国に育て上げました。それのみか、近隣のアジア諸国にも恩恵を分かち合い、共栄、共存を図ろうと努めました。ここで、東行改良意見書について特筆すべきことがあります。彼が半年かけて台湾全土を調査した時のことです。第一に、現地の人々の声に真摯に耳を傾けたことです。それで問題点の本質をつかむことができました。第二に、まず台湾人のために有益となるよう努めたことです。品種改良したサトウキビの苗は無料で農民に配りました。ですから、従来の粗悪な品種から良質の品種へと農民自身が積極的に変えていき、たちまち生産能力が向上しました。何より台湾の人々の心をつかみ、一緒に製糖産業を育て上げることができたのです。長年の欧米植民地政策と比較すれば、日本政府が取った政策がいかに公明正大であったことがわかります。それが今日の日本と台湾との信頼関係を築いたのでした。100年先を見据えた国家プロジェクト、明治の指導者たちは次々と
打ち立てていきました。それはここ台湾でも同様でした。台湾を植民地支配したのではなく、日本そのものとして惜しみなく多額の資本と最も優れた人材を注ぎ込んだからこそ、台湾は急速に近代国家の基礎が整えられていきました。台湾の陶業産業は当時世界最先端の産業でした。日本の資本と英知を台湾に注ぎ込んだからこそ、急速に台湾は近代化の道を歩む基礎ができました。ここで生み出された収益は、台湾と農民に大きく還元されました。台湾と農民は懸命に働き、豊かになっていきました。それが新たな産業の元手となったのです。日本が台湾を日本本土と同様に扱った証です。新渡戸稲造が世界の農業を学んだ農業学者であったこと、彼を置いて台湾の製陶工業を立ち上げる人材はいないと見込んだ後藤新平もまた、日本の誇るべきリーダーでした。日本はこの頃、自国の富国強兵策だけではなく、アジアも共に育つことを期待していたのです。それは、アジア諸国が長年の欧米植民地支配から独立することで、アジアの平和と安定を図ることができると考えたからでした。その点では、大東亜共栄圏の思想は自然と生まれ出たと言えるのです。私たちには忘れてはならない。どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは、共栄共存の思想でした。新渡戸稲造が武士道を表したとき、すでに日本人から武士道の精神が消えつつあることを彼は認めていました。彼は札幌農学校時代、有名な内村勘三たちと共にキリスト信仰に目覚めました。それはクラーク博士の影響でもありました。そして武士道に変わるものとして相通じるところが多いキリスト信仰を考えていました。しかし欧米的な宗教としてのキリスト教ではなく、新約聖書に示された初代キリスト教徒の姿でした。それは奥様と共に初代教会の姿を目指していたクエーカー教徒の道を歩んだことからもわかります。ここにその理想を表す聖書の一節をご紹介いたします。あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。新約聖書エペソビトの手紙2章。民族の優劣をつけず、また互いに争わず、神にあって一つ家族として和合することを願っています。彼は後に国際連盟事務次官として6年間務めました。彼の平和主義と国際的視点が求められたからです。彼の夢は、我、太平洋の橋とならん。それでは次回のご案内です。台湾発展の基礎を築いた日本人、その5回目。新渡戸稲造の武士道とキリスト教です。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日はご視聴いただき、誠にありがとうございました。